私はガメラを許さない。アニメ化が決定し、来年の4月から地上波放送されるゴジラもいいけど、今回の主役はこの子たち、そうガメラです。というわけで今回はついにあの怪獣が覚醒しました。それがこちら、大怪獣シリーズ大英特撮編イリス限定版というわけで、あの名作ガメラ3イリス覚醒よりイリスがついに登場です。そしてこちら、イリスが到着するまで開封せずに温めておいたガメラも後半に開封したいと思います。この映画は本当に名作だし、とにかく怪獣もかっこいいので、今回のレビューはゴジラだけが好きっていう方にもね、ぜひ見ていただければ幸いです。早速開封していきましょう。無理だぜ朝倉さん。天地秘それ滅びなイリス。はい、こちらは1999年に公開されたガメラ3イリス覚醒に登場した怪獣です。古来より流星鳥という災いをもたらす神獣として語り伝えられていたのですが、とあることがきっかけで封印が解け、卵から生まれます。ギャオスの亜種とも言われていますが、様々な生命体の遺伝子情報を取り込みパワーアップします。ちなみにイリスという名前の由来は、心を通わせる平坂綾菜という少女が以前飼っていた猫の名前からです。はい、来ましたね、イリス。これね、結構大きくて、ここの頭部までで 25.5 センチほどで、ここの肩までだと27センチほどあります。幅はね、ここの本体自体だと22、3センチほどなんですけど、この触手を入れると、まあこの向きにもよると思うんですけど、40センチぐらいはありますかね。で、奥行きはだいたい25センチぐらいかな。ほろ酔いとリップクリームと比較するとこんな感じ。まあ、イリスさすがにほろ酔いは飲まない。まあそんなイリスですが、素材は PVC で割と軽めです。モンスターズのガメラ3と比較すると本当に倍ぐらいのサイズですね。これはガメラはきっと負けますね。そしてガメラ2なんですが、リボルテックと比較するともう3倍ぐらいのサイズですね。つながりがあるとされているギャオスのリボルテックと比較、これも全然サイズが違うわ。いやーでかい。そして同じくリボルテックのレギオンが小さく見えるね。そしてついでに海外のバイラス、ちょっと似てない？ただ東方30センチのゴジラと比較するとさすがにちっちゃいです。まあなので東方大怪獣シリーズと同じぐらいのスケールですね。では待望の邪神イリス、細かい部分見ていきましょう。はい、まず顔面。まあね、ギャオスの亜種っていうことからちょっと鳥っぽかったりとか、まあ共通点はあるように思えますがこう角があったりとかね、やっぱかなり違いますよね。まあこの辺のトゲトゲっぷりは怪獣を超える鳥獣を意識してデザインされたとも言われてるんですよ。いわゆる怪獣とは本当に違う、ちょっとつかみどころのないような、そんな独特な造形をしてますよね。このオレンジの単眼ね、これも外からこうむき出しになっていて、非常に独特で少し不気味ですよね。下からもこんな感じでね、見えるようになってます。すごいな。ちょっとギャオスと比較してみましょう。まあね、こうシルエットは似てるんだよね。この辺のちょっと牙っぽい造形とかね。とにかくやべえギャオスっていう感じだね。まあただ別物と考えた方が良さそうですね。そしてこの彩色はね、シルバーを基調としてるんですけど、細かく茶色っぽい彩色がね、ところどころにこんな感じで施されていて、ちょっと錆びた金属感がありますね。めちゃくちゃリアル。この辺の汚し塗装とかね、これによって素晴らしい造形がさらに際立ってます。この辺も結構トゲトゲしていて、このフィギュア自体もちょっと痛いですね、触ると。でこの首周りのこの筋の入った感じ、でもこの辺はね、ギャオスの首の形に非常に近いものがありますね。でもこの辺の筋繊維がこうむき出しになってる感じとかは、大量の人間の遺伝子情報を取り込んだことの影響かもしれませんよね。いやただ非常にリアルだな。でその人間の遺伝子情報を取り込んだ影響は、この上半身部分にも結構現れてると思うんですよ。これね、やっぱこう今までの怪獣とは違うよね。すごくスタイリッシュ。まずこの肩の羽っていうのかな、ここの造形は独特なんだけれども、この腕の
あたりとかね、わかりますかね。この触手とちょっと重なってるから分かりづらいかもしれないけど、人間のこう上腕二頭筋のような造形をしてますよね。この辺のあたりとかね。この辺の表面はちょっとドラゴンボールのセルのような感じでかなりえぐみがあって独特だけど、そして腕の先端はこの鋭利な槍状の触手、スピアアブソーバーって言って伸縮させてこれを突き刺したりするんですよ。ガメラの甲羅も突き破りますから、これね。顔面と同じようなシルバーを基調とした彩色なんですが、やっぱりこうね、ウェザリング塗装が施されていて非常にね、かっこいいな、ここの造形。そして先端はこんな感じで結構ね尖ってます。やっぱちょっとチクチクしますね。内側、なるほど、こんななってたんだ。ちょっと4層ぐらいの靴べらっぽい造形が見て取れますね。これはね、突き刺すだけじゃなくて相手の生命エネルギーも吸収するというね、本当にこうチート技なんだよね。いやでもこれ鋭利でめちゃくちゃかっこいいな、本当に。こちら側はねちょっと柔らかい素材です。軟質。そしてこの胸部ね、ここもまたちょっと独特なんだよね。色味も相まってウルトラ怪獣感ありません？これ前から言ってるんですけど、やっぱね独特なんですよ。ここもこう真珠貝をイメージしたともされているこの部分、ここはね白と青のグラデーションですごく鮮やかなんですけど、ちょっとそれがボコボコいびつに入り組んでいてグロテスクな感じもするし、この辺は金属感があって少し未来的ですよね。非常に独特だよな。ここからね綾菜を取り込もうとしましたよね。懐かしいな。そしてこの下半身、つらりと長くて本当にスタイリッシュなんですよ。これですよ。この美脚は仲間由紀恵さんを取り込んだ影響かな。このボディ部分にも言えたんですけど、劇中よりもよりスタイリッシュな印象を受けます。ほっそりしてるというかね、よく言うとかっこよく仕上がってるっていう感じがしますね。でも一見スタイリッシュだけど、やっぱり表面とかは筋繊維がむき出しになってて非常に生々しい感じがしますね。この鮮やかな突起、そしてまたこの鋭いトゲ、これすごいよね本当に。それがねこの裏のここにまで続いてるというかね、ここがなんか恐竜っぽくてかっこいい。そして足の先端はね馬のひづめ感があるというね。走ったら速そうだよねイリスって。細かく作り込まれてるね。ちょっと怪獣や鳥獣でもなく怪人感もありますよね。唯一無二の不思議な怪獣ですねイリスは。そして裏側はこのさサイドの触手めちゃくちゃかっこよくない？素晴らしいなこれ。半端ない。こう回していくとこんな感じなんだけど、いやーやっぱ触手いいな。迫力もあるし美しいね。この曲線っていうかさ、ちょっと待って、これ長すぎて、この形全ての触手の先端がね前に向かってる感じもめちゃくちゃいいね。この触手はドライヤーとかで温めつつ向きをこう固定するのがいいかもしれないんですけど、意外とこうふにゃってなるので、僕はねこうサンプルガンに揃えるためにここにこんな感じで引っ掛けました。ちょっと横に広がりすぎない感じでまとまってるかなと思いまして、でこの4本の触手はこのまず肩からバッてニョキニョキっと腕みたいな感じで伸びてて、それがめちゃくちゃ長いんですよ。そしてここがねこんな感じで分割性になってます。実際の着ぐるみもこういった造形になってるので、ここはねすごくうまく利用したかなと思います。で先ほども言いましたが、若干こうね柔らかい素材になってます。ただねふにゃふにゃはしてなくて、ある程度のこう保持力みたいなものはあるんですけど、すごいなこれ。こんな感じで続いていきますね。表面にはこうねブツブツがたくさんあって、この辺もね生物感出てますね。これがここに続いていくのか。ここねちょっと外しますか。テンタクランサー、かっこいい。なんか剣みたいだよね。ここから超音波メスを放ったり、ガメラの技をコピーして強力なプラズマ火球を放ったりするんだよね。で今見てたのがこの手前の触手なんだけど、それがこんな感じで4本あって、真ん中の2本は腰あたりから出ててちょっと太いんですよね。こうやって隣と比べてみてもだいぶ太いですよね。でそれはねこう
真ん中ぐらいまでも太いんだけど、だんだん太さの差がなくなっていって細くなっていく感じですね。っていうか細いな。改めて美しい曲線だ。で、上から見るとこんな感じで、やっぱり真ん中の2本は太くてちょっと長いですね。なんか紐の感ある。で、先端の形状の違いはほとんどないと思います。多少個体差はあるかもしれないんですけど、ほぼほぼ同じかなと思います。で、これ触手外してもしっかり自立するんだよね。てかこれ改めてめっちゃスタイルええな。この足のライン半端ないもんね。で、その上にはこの翼であるショルダーブレード。いや、これもまたすごい形してるよね。こうね、頭部のトゲトゲからこう続いていってて、でね、この辺の彩色がシルバー一色ではなくて、ぼんやり青みがかってて、非常にこう艶やかというか、魚感あるというかね。この辺はちょっと濃い青というか、ちょっと紫っぽくも見えるかなっていうグラデーションで、この先端あたりは薄い青っていうね。いや、非常にこう鮮やかですね。なんか不思議な彩色ですよね。すごい。単なるシルバーっていう感じではなくて、この辺ちょっと濃いね。で、この辺はちょっと尖ってるんだけど、柔らかめですね、素材はね。で、ここからね、生体エネルギーをバーってね、放出して、こう飛ぶんだよね。あの空中戦を思い出すわ。こうバーってね、光ってたよね。で、この隆起はここに続いていくんだ。で、表側はこのね、網網状の表面になっていると。ここも単色ではなく、ちょっと黄土色っぽいグラデーションとかね、赤っぽいグラデーションがバーってかかってて、本当に彩色も細かいんですよ。改めてすごい造形だ。このイリスは前田真宏さんと樋口真嗣さんがデザインされたんですけど、イリスはね、樋口さんのこう比重が大きいらしいんですよね。なんかそれがこう色濃く出てるような印象を受けます。ちょっと不気味なデザインというかね。樋口さんらしさが出てるような、そんな造形だよね。改めて。そしてこちらは限定版ということで、こちら光ります。こちら単三電池 ×2 ですね。で、肝心の穴はどこにあるかというと、ここだ。このね、ここを外します。よいしょ。そしてこちらの端子をぶち込む。後ろから見るとこんな感じ。意外とこうね、穴は隠れるんですね。では暗くして光らせます。3、2、1。はい。すごい。めっちゃ明るいやん。まずこの青い部分とこの中央のジーンスナッチャーが光るんだけど、この単眼も光るんだ。そういえばここね、めちゃくちゃ綺麗。そういえばクリア成形だったけど、光るんだね。やっぱここも結構明るいんですよ。ほら、美しい。そしてここもさ、相当明るい。なんかゴジラの背びれとかよりも明るい印象を受けるな。美しい。劇中のような光を放ってるね。ぼやーんというね、光が。これ確か劇中ではね、相当大変な作業だったと聞きますが、それを再現してるかのような眩しい発光。先日開封したデフォリアールのスペゴチと比較するとこんな感じ。やっぱ色味もあんのかな、青いっていう。それによってより明るく見えるのもあるかもしんないんだけど、でもやっぱ鮮やかに見えるね。で、さらに暗くして光の度合いを上げるとめちゃくちゃ美しくない？やばいなこれ。なんか幻想的、めちゃくちゃ。そしてちょっと怖い。顔に見えてきた。そしてここも明るいんだよな。こう下から見える目っていうのも新しいよね。これね。恐怖や。本当にここ、ぼやーんってなった。明るい。すごい。めちゃくちゃ美しい。わかります？ここの光わかります？これね、イリス自身のライトでこう、地面が明るくなってるんですよ。それほど明るいです。すごいな、これ。で、めちゃくちゃ明るいんだけど、上品な明るさだから、本当に幻想的。後ろはね、さすがに、光ってないか。向こう側がちょっと照らされてるでしょ？すごい。ちょっとなんかやっぱスタイリッシュな感じも改めてよく思えてきたぞ。で、ちなみに明かりをつけた状態だとこんな感じ。それでもはっきりわかりますよね。こうやって比べても特に青い部分の光がすごい強いです。いいね。
ではではイリス到着まで温めておいたこちらのガメラダメージバージョンを開封しましょうか。実はねこっちの方が楽しみだったりします眠らせてた期間が長いからね。ガメラ1999ダメージバージョン。はい、こちらはガメラ3イリス覚醒に登場したガメラで、京都駅でのイリスとの決戦でお腹を貫かれ、また片腕を失ったまさに満身創痍のガメラになります。そしてここから大量のギャオスとの最終決戦に向かいます。で、こちら高さは頭部までで20センチほど、幅は18センチほど、奥行きは27センチほどになります。素材は PVC で結構軽いです。モンスターズのガメラと比較するとこんな感じでだいぶ大きいんですけど、こちら結構前にご紹介した大怪獣シリーズのガメラ1999、これねほとんど同じかなと思ってたんだけど、こうやって比べると随分違うんですよね。こうやると分かりやすいかな。前回のはかなり前傾姿勢だったんだけど、今回のは状態をかなり起こしてますよね。こう前から見ても全然違いますよね。ただスケール感は同じかな。流用している部分も結構多そうです。そして今回のは右腕がありません。で、彩色も結構違いがあって、前回は結構青みが強くて紺色っぽかったんだけど、今回はちょっと緑がかっててより自然になりました。で、顔の造形自体は口開けバージョンと同じかな。ただ目の彩色がちょっと違うね。より鮮やかになってます。歯茎の色も赤みが強くなってはっきりくっきりしてますね。前回の方がよりこうウェザリング塗装とかが激しかったように思いますね。いやでもこの顔かっこいいな。 G3 はねちょっとねダークヒーロー感あるんだよね。2とか1はね本当にヒーローって感じだったけど、でこのねボディ部分はやっぱり大きく違いますね。こんな感じだったのが今回はこれか。イリスのね先ほどのスピアアブソーバーによって貫かれてるんですよね。ここですね。痛々しい。そして傷の周りがねガメラの血で緑色に染まってます。でもこの辺もまばらに染まってる感じがね生々しくていいね。でお腹自体の色味も若干こう明るいですね。でちょっとこの鮮やかなのは最終決戦によって付着した塵やホコリを再現してるのかもしれませんね。そして肩からこうね手が続いていってて、このエルボークローね、いやーガメラの手はねこうゴジラとも違って大きいんだよね。こう全てを包み込むかのような大きい手をしています。いいね。でここの手を見るとやっぱり流用してるっていう感じしますね。形が同じように見えます。ただこの足はね角度が若干違うように思えますね。こちら側から見ると分かりやすいかな。やっぱりこちらはかがんでる分くしゃってなってますよね。この辺も以前よりかは青みが薄めで、いやしかしリアルな造形だな。この爪とかはね前回よりもよりリアルなね彩色のように思えますね。この足ね独特の爪がちょっと外に広がってるね可愛らしい足なんだよね。これ好き。やっぱり年季が入ってるよねガメラの足って。本当に古代の怪獣っていう感じがしますね。このシワの入り方とかねもうすごいもん。でちょっと右腕は後で見るとして、甲羅に関しては若干緑みが強くなって少し鮮やかになったかな。光沢感があるというか、これが前回のでこれが今回の深い緑になったかな。このオシャンティーな甲羅、オシャンティっていう言い方がオシャンティじゃないな。ここだ。ここの穴ね、これは先ほどのこことつながってるんですよ。ここをね貫かれて、それがねこの甲羅まで貫通したと。その貫かれた周りが若干ねひび割れていて、中の方はね黒いです。でちょっと血っぽいグラデーションもあるかな。生々しいね。そしてこの表面のブツブツも相変わらずリアルですな。いいね。そして尻尾がねちょっとちょろんとあると。この尻尾かわいいよねガメラで。この尻尾はね若干汚れたような塗装になってんだよね。これは最終決戦でのこう塵やホコリとかがねついたような尻尾をイメージしてんのかな。だとしたら芸が細かいっすね。そしてイリスと並べるとこんな感じ。いやーすごい。ガメラの厚みが結構あるね。イリスが若干ほっそりしてるからなんかな。京都駅での最終決戦。そしてねイリスは育ての親であるアヤナっていう少女をここからね取り込むんですよ。ただそれを許さないのがガメラで、この左手をイリスのね体にガンって突っ込んでねアヤナを奪おうとするわけですよ。ただその時にこのねイリスがねこのアブソーバーでこのガメラの手をねガシャンって
串刺しにするわけなんですよ。でガメラは右腕を思うように動かせなくなるんだけど、ガメラはその時自分の右腕を自分のプラズマ火球っていう技で破壊するんですよ。でその時になくなったんだよね、この腕が。骨がむき出しになってますね。ガメラの骨を見れた。すごい。でもイリスも負けてなくて、ガメラの技をコピー触手プラズマ火球をこの触手からバーンって放つんですよ。そのプラズマ火球をガメラはこの自分で破壊した右手で受け止めるんですよ。でその時にできたのがこのバニシングフィストです。きたー。かっこいい。このシーンが再現できた。これだってさ、これでもいいかなと思ったけど、角度がやっぱ下向きだからね、やっぱ今回のガメラは本当に対イリス用だね。まあただあえて正直に言うと、ガメラ単体としてはこっちのちょっとかがんで口閉じバージョンの方が、好きです。これが悪いんじゃなくて、これが、好きすぎるんです。まあただ対イリス用としては今回のガメラだね。こう自分の拳をプラズマ火球に変えたっていうね、とんでもない技なんだよね。黄色からオレンジのクリア成形になってますね。美しい。このエルボークローも微妙にクリアですね。すごい。こう内側から見ても非常に美しいです。こうイリスも発光させて、この角度。うわー、いいねこの角度。いやガメラはこう顔があえて映ってないこの角度めっちゃかっこよくない？でもこっち向けでもいいかもしんないよ。ちょっとこれ落とさないように。この触手が映ってこの角度いい。アップルか。もうまさにガメラがね、最後の一撃とどめを刺そうとしてる瞬間だね。もっぱら G2 のウルティメイトプラズマ派だったけど、バニシングフィストもね、改めてこうやって見るとかっこいいよね。まあこの技でイリスをね、一撃で葬り去りましたから、こうバニシングフィストも改造して光らせたいね。かっこよすぎる。そしてイリスを倒したガメラの左腕に包まれていたのはこちら、平坂綾菜。これすごいよね。イリスの気管に包まれている平坂綾菜ですね。イリスは一旦吸収したんだけど、ガメラがそうはさせねえって言ってもぎ取ったんだよね。大切に大切に抱えてます。結構生々しいグロテスクな造形をしてます。すごいね。でもこれも単色ではなくて、しっかりねグラデーションがかかってるんだよね。濃い部分とか薄い部分とかあったりして、いやすっげえ。でこれ面白いのが、説明書を見るとここに「あやな」って書いてあるんだよね。確かにあやなだけどめちゃくちゃシュール。あやなは左手に持たせることができます。これもね、左腕をドライヤーで多少温めて柔らかくしてからこうねじ込んでいきます。するとこんな感じで意外と結構ねしっかりロックできます。でその後あやなは意識が戻らなかったんだけど、ガメラがこう吠えたことによって意識が戻るんだよね。あれはね助けたんじゃないかなって僕は個人的には思ってるんですよ。でね、あのシーンちょっと今ね鳥肌立ったんだけど、思い出しただけでもあのシーンがすごく好きで、なんだろう、いろんなね考えはあると思うんですけど、やっぱりねガメラはヒーローだなって思ったんですよ。ガメラもね人間との関係を断ち切れてないっていう推測もあったけど、個人的にはねガメラが人間のことをどう思ってるかとかっていうのはあんまり関係なくて、人間がこうヒーローだと思えばヒーローなんじゃないかなって思うんだよね。それがガメラっていう存在なんじゃないかなって思うわけですよ。神様だってそうじゃないですか。神様は人間のことを多分特別視してないんですよ。ただ神様って願うじゃないですか、人間側は。それと似たような感じで。でこの G3 は暴走したりとかしてね、劇中でのこう立ち位置っていうのが分からなくなったりもしたんだけど、最後の最後でこう主人公のポジションに戻ってきたっていうね、あの収まり方がめちゃくちゃ好きなんですよ。ワンツースリーとつながったみたいな感じでね、ガメラここにあり的な。そしてガメラはきっと勝ちますよ、大量のギャオスにもね。なのであのエンディングは絶望的なエンディングじゃないと思ってるんですよ。希望に満ちたエンディングだと個人的には思ってます。最後の BGM も含めて本当にめちゃくちゃ好きなエンディングですね。はい、というわけで今回は大怪獣シリーズからイリス、そしてガメラをご紹介させていただきました。いや本当にフィギュアは動画でも散々言った通り素晴らしかったです。このガメラを購入してから約2年ぐらい経ったのかな。2年の月日を経てやっとねこうやってイリスと並べることができたっていうのが
本当は感慨深いです。で、すいません。ちょっと諸事情あってリアルに24時間ぐらい寝てないので、頭が回らなくてちょっと変なこと言うかもしれないんですけど、ご了承ください。本当にこのガメラ3っていうのは、特撮よし、CG よし、そしてストーリーよしの、あと BGM もめちゃくちゃいい。全てが揃った、文句のつけようのない映画としてシンプルにめちゃくちゃ面白い作品なんですよ。で、僕はゴジラで言うと VS シリーズが世代で、ガメラもね、もちろん当時見に行ってたんですけど、当時はね、ゴジラとガメラの区別ってそこまで自分の中でつけてませんでした。ただやっぱりこう月日を経て見比べたりとかねすると、ゴジラっていう存在は自分の中で、さっきガメラがねヒーローって言ったけど、本当にゴジラはヒーローでちょっとアイドル的な存在なんですよ。これ VS シリーズの話です。ゴジラ映画の主役は間違いなくゴジラなんですよ。もうゴジラと愉快な仲間たちと言ってもいいぐらいなんだけど、ガメラ映画ってガメラ映画自体が主役というか、ちょっと微妙なニュアンスなんですけど、要は他の怪獣はもちろん人々にもねスポットライトが当たるし、全てがこう立ってて映画としてしっかり成立させている。ゴジラの映画がねチープって言ってるわけじゃないんですよ。ないんだけれども、平成ガメラシリーズっていうのは上質な特撮シリーズだと思ってるんですよ。もうゴジラはほんとゴジラっていう感じやっぱり VS シリーズのゴジラでいうと、味方ではないけれどもちょっとヒーロー的なポジションに確立していったゴジラなんだけど、その裏でおそらくね死んでいった人たちとか被害抜けた方っていうのはいると思うんですよね。で、そういう怪獣が抱える矛盾というか、そういったところに切り込んでいった映画がガメラ映画だと思ってて、それが3でねかなり深く掘られるじゃないですか。で、1、2は伏線で全てがつながるっていうね、そこがねやっぱりこのガメラ映画のねすごいとこだなって思うんですよね。ゴジラが表だったらガメラが裏っていう、もしかしたら VS シリーズのゴジラの裏側にもガメラと同じようなストーリーがあったかもしれないんですよ。そういったことも考えさせられるような映画なんですよね、ガメラっていうのは。ゴジラとガメラ同じ怪獣映画なんだけど、全く違う作品だなって改めて思います。別のカテゴリーと言ってもいいぐらいだと個人的には思ってます。なのでね、本当にまだね見てないっていう方はね、ぜひぜひねこのガメラシリーズを見ていただきたいですね。めちゃくちゃ面白いから。あとね、個人的には平成ガメラシリーズも好きなんだけど、このね昭和ガメラシリーズね、この辺のね議論とかね、この辺もね僕はね好きなんですこれがあっての平成ガメラですから。で、今後ガメラシリーズはちょっとね盛り上がる予感がします。4K のブルーレイも発売されますし、ガシャポンの HG シリーズの発売も決定してます。で、HG のでかいバージョンもねプレ版で発売されるような噂もあるので、本当に目が離せないです。ゆくゆくはガメラの新シリーズもね皆さん待ってると思うのでね、ぜひ作ってほしいですね。はい、というわけでね、ちょっとね頭がね本当におかしくなってたので、何言ってるか分かんない部分があったかもしれませんが、ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。バイバイ。